マイの日本語ポッドキャスト。こんにちは。マイの日本語ポッドキャストへようこそ。マイです。皆さんお元気でしょうか？私は元気です。はい、元気なんですけれども、実はちょっと数日前に落ち込んだことがありまして、私前髪がねちょっと長かったんで切りたいなって思ったんですよ。でも切りたいのは前髪だけだったので、なんかその前髪のためだけに美容室行くのってちょっともったいないなと思って自分で切ったんですよ。うん。そしたら失敗しちゃいました。もうめっちゃショックで、本当に、と思って、もう自分で切らなきゃよかったって、もう最初から美容室行けばよかったってめっちゃ後悔しました。で、旦那さんにも、どうしよう、前髪自分で切ったら失敗しちゃったって言ったんですね。そしたら旦那さんが、え、そう？可愛いじゃん。すごい似合ってるよって言ってくれたんです。うん。でもそれを聞いて、私は、え、それって本音？それとも建前？って思ったんですよ。はい。そこで今日のテーマはですね、本音と建前についてお話をしていきたいなって思います。はい。皆さん、本音と建前は知っていますか？本音っていうのは、心の中で思っている、本当に思っていること。本当の気持ちのことですね。それに対して建前っていうのは、その場の空気だったり、相手のことを考えて表に出す言葉のことを言います。で、どんなものが本音と建前なのかっていうと、例えば、人とお話をしているとき、相手の話を聞いているときに、その相手の話があまり共感できない内容だった場合、本音では、ちょっと正直そこまでわからないなとか、あんまり共感できないなって思ったとします。でも、建前では、ああ、そうなんですね、とか、ああ、なるほどって言ったりします。うん。あとは、上司や同僚からスケジュール的にも内容的にも難しい仕事を頼まれたとき、心の中ではね、本音では、あんまりやりたくないなって思ったりとか、あとは、いやー、それはちょっと難しいだろうって思ったとします。でも、建前では、わかりました。じゃあ一回検討してみますって言ったりします。うん。他には、同窓会、そう、小学校とかね、中学校の同窓会で、久しぶりに会った同級生と、その場で連絡先を交換したとします。それで、その相手から、今度さ、ゆっくりランチ行こうよって言われて、本音は、あんまり頻繁には会いたくないなとか、必要以上にはあんまり連絡取りたくないなって思ったとします。でも、建前では、そうだね。じゃあまた連絡するねって言ったりします。うん。こういったものが本音と建前です。なんかこうやって説明すると、なんだか日本人って本音を言わないんだなって思われちゃいますよね。うん。やっぱりはっきり言わない。あとは何考えているのかわからない。ちょっと距離を感じるっていう、そういったイメージを持つ方も多いかなと思います。で、実際海外の人から日本人はイエスなのかノーなのかわからないって言われたこともね、ありました。じゃあなんで日本人は本音を隠すのでしょうか？そして建前は嘘なのでしょうか？うーん、これは
嘘とは違うんですね。むしろ建前っていうのは思いやりのために言う言葉なんですよ。はい。で、建前を使う理由っていうのは、相手を傷つけたくないから、あとはその時の雰囲気、空気を壊したくないから、あとはあまりにも正直に相手に言ってしまうと、それは失礼になってしまう場合もあるんですね。なので、こういった理由で建前を使うんです。例えばね、会社で取引先から無理なお願いをされたとします。でも、お願いをされた時、すぐに、あ、それはちょっと難しいです。とか、あ、それはできません。っていうふうに、はっきりと断るのではなく、あ、かしこまりました。それでは一度上司に確認してみますとか、あ、一度社内で話し合ってみます。と言ったりします。この言い方っていうのは嘘ではありません。相手の気持ちを考えて、相手が嫌な気持ちにならないように、そのために言っているんですね。うん。一方、嘘っていうのは人を騙したり、あとは信じ込ませたりするために使う言葉です。なので、建前と嘘の一番の大きな違いっていうのは、建前には人を騙す気持ちがないっていうことなんですね。でも、建前は嘘とは違うんだけれども、結構ネガティブに考える人もいます。なぜなら、本音を言っていないように見えるから。あと、何を考えているかわからない。それから、はっきりと自分の気持ちを相手に伝えないから、あ、この人逃げてるんだなって感じたりとか、あとはずるいって思われたりね、することがありますね。特に正直に言うのが大切だっていう価値観の人たちから見ると、建前っていうのはネガティブに移りやすいのかなと思います。で、私もちょっと建前について考えてみたんですけれども、うーん、正直私は度が過ぎる建前はあまり好きじゃありません。この度が過ぎる建前っていうのは、ちょっとやりすぎる、やりすぎた建前っていうことですね。うん。で、どんなのが度が過ぎる建前かっていうと、例えば、上司に頼まれたことを何でもオッケーしちゃったりとか、例えば自分の仕事がもうすっごいいっぱいあってすごく大変で忙しいのに、上司から「ね、これやっといてくれる？」って仕事を頼まれたら「あ、わかりました。やっておきます」って言って引き受けちゃったりとか、あとは上司が「今日さ、飲みに行ける？」って誘ってきた時、本音はもう疲れてるから家帰って休みたいって思ってるけど、でも建前で「あ、いいんですか？行きたいです」って言って飲みに行ったりとか。ちょっとこういうのは、ちょっと度が過ぎる建前かなって思いますね、私は。で、実際にそういう風に、上司からね、頼まれたことを何でもオッケーする人が、実は上司がいないところでは、裏ではその上司の悪口を言っていたりとか、結構そういうね、人もいたりするんですよ。うん。で、そういう人はちょっと、うわ、すごい怖いなって私は感じちゃうんですけれども、うん。こういった建前だったりとか、あとは、人間関係を壊したくなくって、周りに助けを求められない場合、うん。本当はすごいもう大変で辛くて、もう余裕もなくてしんどいのに、本当は誰かに助けを求めたいんだけど、人間関係を壊したくないからって言ってね、無理しちゃう。で、周りの人から、大丈夫？手伝おうか？って言われても、あ、全然大丈夫です。はい、私やるんでって言ったりとかね。そう。それでもう建前で大丈夫です、大丈夫です
って言い続けて、自分をどん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 追い込んでしまって、結局、人間関係を壊したくなくて建前を言っていたのに、自分の体を壊しちゃったとかね。うん。こういった場合もあるので、ちょっとこれはあんまりよろしくない建前かなと思います。でも、建前っていうのは悪いことばかりじゃないんですね。必要な時もあります。なぜなら、社会で生きていくためには人間関係を円滑にすることが必要だからです。この円滑っていうのは何かっていうと、物事が止まることなくスムーズに進んでいくことを言います。じゃあ、人間関係を円滑にするために必要な建前がどういうものかっていうと、例えば上司や会社の人からの誘いを断るとき、会社の人からね、今日飲みに行きましょうよとか、週末ご飯食べに行きませんかって誘われたときに、本音は正直行きたくないな。その日はゆっくり家で休みたいなって思ったとしても、建前では、あ、すみません。ちょっとその日予定があって、また機会があればぜひお願いしますって言って断ったりします。はい。で、私の旦那さんは韓国人なんですけれども、旦那さんは誘いを断るのが結構苦手なタイプなんですね。そう。なので、断る場合でも、相手が嫌な思いをしないように、断り方っていうのもね、きちんと考える人なんですよ。うん。で、あとはね、本当に忙しくって、旦那さん自身がすごい忙しくって、もう本当に余裕がないっていう時でも、誘われたら断らずに飲み会に行ったりっていう時もね、あるんですね。うん。で、そう、そんな旦那さんを見て、韓国にも、ああ、日本みたく本音と建前があるんだって感じました。うん。で、旦那さんがそういったタイプのね、ちょっと断るのが苦手なタイプの人なので、私は旦那さんに対して、じゃあ断ればいいじゃんって、言うんですよ。もうはっきりと言ったらってね、言ったりするんですけれども、でも、旦那さんは、社会生活をしていく上で、こういうことも必要なんだよって言うんですね。うん。そのね、旦那さんの気持ちもわからなくはないんですけれども、でも、やっぱり私は妻として飲み会が続いてしまったら、やっぱり旦那さんの体も心配になるし、あとは、そうやってね、断れなくって、いろんなね、誘いを受けていたら、やっぱりその分、私たち夫婦の時間も少なくなってしまうわけだから、それはちょっと寂しいなって、思ったことも、はい、ありますね。あともう一つ、例えばの話なんですけれども、職場の同僚が旅行に行って、その旅行先でお土産をね、買ってきてくれたとします。で、そのもらったお土産が自分があまり好きじゃないお菓子だったとします。その時に本音は、うわ私このお菓子あんまり好きじゃないんだよな。正直もらっても食べないかもって思ったとして。でも、建前では、あ、ありがとうございます。お気遣いいただいて嬉しいですって言ったりします。うん。で、この、この時の建前っていうのは、お菓子そのものに対してではなくって、その同僚が気遣ってくれた行為、わざわざ自分のためにお土産を買ってきてくれたっていう、そのことに対して感謝しているっていう意味で使うんですね。うん。
なので、こういった人間関係を円滑にするために、大事なね、建前っていうのもあるんですね。うん。あと、これは私自身の話なんですけれども、あの、会社とかではないんですけど、私が、タクシーに乗った時の話です。で、仕事帰りタクシーに乗ったんですけど、その時、もう本当に疲れていて、すっごい眠かったんですよ。で、その乗った場所から家まで1時間くらいかかるところだったんですね。うん。で、私はもうこのタクシーに乗ったら、もうすごい疲れてるから、ちょっとタクシーで休もう、ちょっと寝ようって思ってたんですよ。うん。でも、このタクシーの運転手さんって、こうお客さんとおしゃべりをするのがすごく好きな運転手さんもいれば、もう目的地まで一切話さない、すごく静かな運転手さんもいますよね。はい。で、私がその時に乗ったタクシーの運転手さんは、すっごいおしゃべりが大好きな運転手さんだったんです。そう、それで、乗ってから、もう乗ってすぐ、もうおしゃべりがスタートしたんですね。で、その時、私はもう本当に眠かったから、正直に、ごめんなさい、運転手さん。ちょっと私今日すっごい疲れているので、ちょっと家に到着するまで寝ていいですかって、はっきりもう本音をね、言おうかなとも思ったんです。だけど、私はその時、本音を言いませんでした。それで、もう建前って相槌をね、打ちました。相槌っていうのは、そうなんですねとか、へえ、わあ、すごいとかね。うん。こういった感じで、タクシーの運転手さんのお話を聞きました。正直、そのタクシーの運転手さんが話していた話があんまり私が興味ある話題ではなかったので、ちょっとね、正直言うと、ああ、休みたいな、ちょっと寝たいなっていう気持ちはありました。でも、なんで私がその時にタクシーの運転手さんに本音を言わなかったかっていうと、それはもちろんそのタクシーの運転手さんに失礼なことをしたくないっていう嫌な思いをさせたくないっていう気持ちももちろんあったんですけれども、でも私自身もその本音をタクシーの運転手さんに伝えたことによって、その家に帰るまでの道のり、車内がすごく嫌な空気って言いますか、重い空気になるのが嫌だったんです。うん。なので、ちょっとそれをはっきり、もし私がね、本音を言ってしまったら、タクシーの運転手さんがちょっと嫌な気持ちになっちゃって、気まずい雰囲気になっちゃったら、私も嫌じゃないですか。うん。なので、私はその時、本音を言いませんでした。なので、これは、もちろん、相手のことを思って、言わなかったっていうのもあるんだけれども、私自身が、私自身を守るために建前を使ったっていうのもあるんですね。うん。なので、本当に小さなことかもしれないんですけれども、こういう何気ない場面でも、私たちは自然に建前を使っているんですね。こうして考えると、建前っていうのは、相手を否定せず、衝突を避けることができる反面、本心が分かりにくくなったりとか、あとは我慢が続いてストレスが溜まってしまうっていう、そういった面もあります。特に建前ばっかり続いてしまうと、自分は何を思ってるんだろうってね、こう自分自身が分からなくなっちゃったりすることもあるんですね。うん。だからこそ全部を本音で話す必要はないんだけれども、信頼できる人には本音を出すっていうことも大切かなと思います。
建前で人間関係を守りつつ、本音で自分自身を守る。本音と建前がある文化だからこそ、日本人は状況に応じてその使い分けが自然と身についている人が多いのかもしれません。はい、本日はですね、本音と建前についてお話ししました。いかがだったでしょうか？うん、皆さんは今日のね、このポッドキャストを聞いて、本音と建前についてどう思いましたか？もしよかったらコメント欄で教えてくださいね。はい、本日も最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。また次のポッドキャストでお会いしましょう。バイバーイ。